はなんか全盛期みたいな感じですよね乗ってて楽しいですもんね、パワーもあるし。ハッチバック初めてでしたっこいつが初そうですめてねラリーカー仕様ってラリーカー仕様はい、はいそのまま出したらこの形はインプレッサじゃないっていうね。最初はそんなことずっと言われてましたけど、なんだかんだずっと人気。そうですよね。これメーカー知ってます？なんて読むか知ってます？いいよ。イオンオンです。あ、オンオンかあれこの車で何年前でしたっけ17年前、は17年前の車でってなると、まあ、純正ナビもついてないし、当たり前ながらカープレイがついてる車もないし、そうですね。あとやっぱ純正ナビの時代なんで、中古で買ったとしてもほぼ使えない年代のナビかなっていうところで、今回ねこのナビイオンオンさんの 11.8 インチのディスプレイオーディオ、結構でかいですねこれ。でかいですね、でかいけど慣れると全然これぐらい当たり前なんじゃないかなと思っちゃうぐらいのサイズで、この後ろもこんな感じで上下と、あとは角度調整ができるんですねこれね。はい、車種別で何か専用設計というわけじゃないですけど、これぐらい角度も合わせられますよって感じで、見てるといろいろできすぎて、もう今のカープレイ系のディスプレイすごいなと思うんですけど、あと価格もね、昔のナビだったらだいたい15万円20万円ぐらいはしてたと思うんですけど、そこに比べると高性能でもまあ5万円少しぐらい。そうなるとナビメーカーも困ったもんですね本当にこれは 11.8 インチの 2K なので、画像もいいし Android も搭載されてるので、まあ本当に結構サクサクですね。サクサク動いて使いやすくていいですよね。この商品のまず売りとしては、プロセッサーがスナップドラゴン6225という、あとはストレージも202ゴロあるんで、まあ十分かなというところと、ラムも8ギガありますし、ナビなんでナビをしながら Hulu も見れたりとか YouTube を見たりとかって、そういったことができるんで、コンピューターが強くないとフリーズしそうですもんねそうですね、はい、作りとしてもまあいいですよね。いいですね。はい、ここはボタン全部なくてフラットな感じで使いやすいかなというのと、強いて言えばオーディオのこの音量設定ぐらいはこの辺にポチポチがあればやりやすかったかなっていうのもありますが、ここからできます。実際使ってみてどうですか？プールとか見れるのいいなって感じですか？ああ、そうですね。人待ってる時とか時間潰しはもう最高ですよね。まあそうですよね。だってこれもうここ押すだけで見れちゃう。こんなの見れたら高速移動優秀すぎでしょ。いや本当ですよね。あと助手席に乗ってる人がやっぱり退屈しないですよねこれ。そうですね。特筆してできるの、まあ Yahoo のいろんな検索にも使えますし、もう YouTube と Hulu とあと Netflix も見れるから、移動は快適になるし、ナビも見れるし、コスパもいいし、動作もいいし、カープレイとかついてるナビじゃないとちょっと退屈になりそうですね。もうここまで来たら画質もいいですしね、引きどころがないんじゃないかなっていうところか、あと薄さもいいですね。そうですね、見た目がスタイリッシュ。あとここもなんかちょっとアルミ調のシルバーになってるんで、まあ、かっこいいです。かっこいいですね。こういう感じでとか、こういう感じとか、普通にナビポンにしてとか、ここにまあナビYouTube を出すこともできますし、どういうナビと迷ってました？ Android ケースがやっぱり最初から。最初はちょっとナビが古すぎたんで、もう何でもいいからとりあえずいいのなんかつけなきゃと思ってて、1万円くらいのをちょっと見てたんですけど、性能が良くないからやっぱナビがいいのかなと思ってたら、これを見つけて使ってみたらめちゃめちゃいいじゃないってなって全体的に動きもいいし、どっかでってなることがあんまりないので。そうですね、やっぱ安いやつだとこう遅かったりとかメモリがなかったりとか、並列で動かすとフリーズするとか本当にあるんで、みたいですね。容量もなんか256ギガは入ってる。そうですね。なんで中になんかいろいろダウンロードもできますしね。はい、やってもいい。あとはもうここからね、 Google のプレイストアから入れれば基本どんなものでも入れられますし、でここから Apple CarPlay が Z リンク経由でつなげるようになって、で有線と無線もできるし、ミラーリングもできるし、でここでこっちのマップもできますもんね。できますね。まあ、こうなるとほぼ携帯触ってる感じですね。そうですね、YouTube 映したりできないんで。そうですね。だからカープレイだけじゃちょっとね物足りないところあるんですよね、いつもね。まあこういった Android が入ってると、まあこういった画面で楽しめるし、あとはこっちの方がなんか使いやすいですね、やっぱり。こっちの方がやっぱり個人的には、カープレイは本当に簡易ナビってイメージで。そうですね。でこっちはもうスマホって感じだから、スマホですやりやすいですよ。あとオーディオの設定もなんかこだわってるらしいですよ。ああ、そうなんですよ。できるみたいですよね。いろいろできますが難しい。難しいですよ。本当に難しいな。なんかやれることがあると難しいですね。
分のスピーカーがそこまで多分いいのじゃないので、はいはいはいやってもどこまで反応してくれるの反応するかなぐらいはありますね。うん帰り道そこまで運転していいですか？あ、いいそうです好きなように運転していただいて。もっとでかいかなと思いました。ああ、そう、こっち側になんか物だけ見た時はすげえ大きいなと思ったんですけど、つけてみるとそんなに全然そんなことないですね。違和感もなく。あともうちょっとこっちに出過ぎかなと思ったら割とこっちから見てたらハンドルの位置とちょうど一緒ぐらいであんま変わんないですね。ちょうどいいですよね。ダッシュボードもうちょっとね低い車だと、やっぱこれぐらい低く設定できないと微調整できないとちょっと困りますもんね。そうですね。これは確かにいいかもしれない。でも GRB のダッシュ結構低いですね。この辺目に入ってこないというか隠れないですね。結局やっぱでかければでかいほどいいっすね、ナビは。そうですね。最初だけでかってなりますけど、もう慣れたらどんなナビでも小さって思うんじゃない本当そうなんですよね。いいな。これにね、サーキットもし行ったとしてもここでラップタイマーもねダウンロードしておけば出せますから。そうですね、できますね。全然いいと思いますよこれ。そして GRB が乗りやすい。ありがとうございます。普通で乗りやすい。なんかいろんなナビとかカープレイとか AI ボックスとかいろいろありますけど、いろいろやってみた中で、ナビを変えれる車だったらもうこれごと変えた方が僕的には楽ですね。そうですね。でも今の車って純正ナビの中にエアコンのスイッチとか入ってたりとか、キャンセンサーが入ってて全然外せないのもあるんで、そういった車だったらAI ボックスとかで Android 機能を追加してやるのはいいんですけど、いやどれもメリットデメリットがあるんで、ミラーリング専用のアダプターとか AI ボックスとかある中の全部まとめたのがこれなんで。そうですよね。やっぱ楽は楽ですね。楽ですね。本当にこんなにディスプレイもね綺麗だったらありですね。お得だと思います。これは本当に。僕も前2万円ぐらいのアリエクで買ったAndroid ナビは使ったことあるんですけど、本当にダメでした。そうなの。安いのが悪いというよりかは品質やっぱ選んで買わないと、適当に買うとねやっぱババ見ますね。そうですね。特にナビとかは常にこう車内にいてね、目に入るものだし、そうですね。動かすものなんで、いいやつを買いましょうということでした。皆さんもいいオンをしていただいて、1年保証もついてるんでね。何かあれば1年以内だったら無償で交換してくれるみたいなんで、ぜひ使ってみてください。